WRV に乗って特徴はこれでしょって感じた点から好印象な点を3点、もうちょっとと感じた点を1点、これらを他の車を引き合いに出しながら、軽く比較をしながら箇条書き的に進めていきたいなと思います。で、後半は今度出るスズキのフロンクス、同じような生い立ちの車ですので、フロンクスの話も含めつつ、こういった点はこの車に似てるとか、ここは全然違うとか、そういった比較をしながら話を進めていきたいなと思います。では、特徴と感じた点1つ目。ブレーキがすごく良い。もうこれね、本当にいいです。もう WRV の大きな特徴だと思います。どんな感じかというと、軽く踏んだところの手応えから奥までのペダルタッチ、そして停止直前の抜いてくる動作。ここが良くて、さらにボディもね、ゆっくりフロントを落ち着かせながら、ゆっくり戻るフロントサスペンション。そうね、ブレーキ本来の良さとボディの動き方の良さ、両方がね、いいです。で、映像でお伝えできるのは停止の瞬間ぐらいなんですけれども、いつの間にか止まっているブレーキが何も考えなくても100発100中くらいに簡単です。ドライバーは楽ですし、同乗者もきっと快適。少なくても自分にとっては大きな長所です。で、WRV と同じく良いと感じたのは、デビュー初期モデルの日産ノート。それからマイルドハイブリッドでないマツダ車、CX5 とかね、そんなに多くは思いつかないのかなってくらいのレベルで扱いやすかったです。では特徴2つ目。リアシートがすごくいい。この WRV のリアシートが広いだけではないんですね。広いだけではなくて座りやすいシートの作り。着座姿勢もクッション性ももう本当にね、文句ございません。大きなシートバッグは背骨のあたりをスッと包み込んでくれて、肩の部分も余裕があります。で、座面は自分にはちょうどいいクッション性と長さと感じました。小柄な方とか、あと体重次第でね、座面が長すぎたりとか、クッション性の印象変わってきたりするかもしれませんけれども、長すぎるといった場合にはね、先端が柔らかくて、そこの圧力が抜けているので、いい方向に効いてくると思います。さらに、足元前方がフットレストになる形状をしていて、少しね、盛り上がったところにちょうど足を置ける。でね、このあたりがね、走行中に体を落ち着かせて、自然にね、体を安定させて座ることができます。車によっては人を選ぶのが優先か、それともシートアレンジで荷物乗せるのが優先か、どっちかなって悩んじゃうこともあります。そんな中で WRV は、アレンジはね、前にポコンと倒すだけなんですけれども、その代わりに人間の快適性が高い車だと思いました。200万円台、それも200万円台前半で、リアシートが快適な車種というと、自分が知ってる中だと WRV がね、今一番ってぐらいにね、抜けています。時点で広さとか着座感のバランスでシエンタのリアシート、それから片目がお好きでしたらベゼル。であとね、静粛性に関して言うと、日産のオーラがずば抜けていて、でもちょっとお値段も高くて、あとマツダの CX30 かな、聞こえ方のね、特性がめちゃくちゃいいです。それからね、クロスビー、鈴木のクロスビーが乗ったら静粛性高くてね、静かだねと感じられるだけの静粛性がありました。で、次いきます。次は、特徴と感じた点3つ目。重厚感が感じられる乗り心地。サスペンションの質や前後バランスといった部分ですね。まず、サスペンションの質で言うと、自分が質が高いと感じたのは、最近だとホンダとスバル。昔のホンダ車とかね、ちょっとあまり好きではなかったんですけれども、最近ね、これ、ホンダの特にフロントサスペンションの動き方がね、すごく好きなんですよね。で、質が高いと感じるのはどんな感じかっていうと、まずスッと沈んでピタッと戻ってくれるタイプ。フィット EHEV のフロントサスペンションとか、あとシビックの全体でこれを感じました。それからゆっくり沈んでゆっくり戻るタイプ。柔らかくてもショックアブソーバーの減衰力が感じられて、全体の動きをね、すごくゆっくりしてくれるタイプ。これは仙台フリードハイブリッドのフロントで感じました。そして動き始めが柔らかく減衰力が感じられて、で、その先までの過渡特性で2段階的になっていないタイプ。これがね、WRV がこのタイプに分類されるんじゃないかと。なので自分の中では質が高いというタイプに分類されます。で、ホンダ車ってね、純ガソリン車とハイブリッド車で質の差があったりしまして、そんな中で WRV は純ガソリン車で、あとさらにね、前後ともに良いよねって感じられる車でした。あと、ちなみにね、価格もクラスも違いますが、レボーグのフロントサスペンションは
段差で強い入力が入った時には柔らかく動いてくれて、で、逆にコーナーでじわっと動かす時には粘ってくれるように動いてくれるのが印象的でした。そうしましたら次行きます。次は、ちょっとね、残念と思った点を一つ。それはエンジンの質感です。昔からね、4気筒といえばホンダっていう、自分の世代だとね、そんな感じで、VTEC の車とかね、いろいろ所有したり、いろいろいじってきたりなんかして、そんな自分にとっては予想外だったというか、そうね、他の方がレビューされていたら、ちょっと大げさに言わないでよってね、そんなにひどくはないでしょって思っちゃうような部分なんですけれども、そのくらいはっきりね、振動の目立つ領域があって、大げさに言ってるわけではないんですけれども、結構というかかなり目立つ領域があって、特性的に超フラットトルクと感じられるくらいで、上も盛り上がりません。エンジンの振動でいうとね、アイドリングとか巡航中の低回転域は抑えられていますから、ここはね、よくある3気筒エンジンよりいいです。快適です。で、逆にね、2500回転ぐらいから高回転領域かな。アクセルを半分以上踏んでいくような時とか、あとパドルシフト使ってね、回転を上げて走る時とか、そういった時にはね、結構目立つ振動を伝えていきます。ではじゃあ、ここからは後半です。後半は特徴の比較をしていこうかなと。で、そうね、価格の近い車を引き合いに出しつつ、簡単な比較。で、まず一つ目は、盛り上がりまくっているスズキのフロンクス。自分もね、今ちょっと興味津々です。内外装ともにかっこいいし、安っぽくないし、装備はモリモリだしということでね、もうめちゃくちゃ盛り上がっているスズキのフロンクス。WRV 同様にインドからの逆輸入車で、日本向けにサスペンションセッティングを変えたりとか、あとパワーステの特性がね、変わって、で、ナビに360度モニターとかまでついて254万円だったかな。そのくらいの価格と言われています。もう、なんていうかね、自分も盛り上がっちゃって、そう、我慢しなきゃっていうね、今、気分です。で、そう、盛り上がっちゃってるんですけれども、一旦落ち着きましょうと、これは自分にも言い聞かせています。テンション上がってるところ、非常に申し訳ないんですけれども、安いと言っても高い買い物なので、とりあえず落ち着きましょうと、興奮してきちゃった。とりあえずね、落ち着きましょうと。買った後に失敗したというね、可能性を減らすためにもね、自分たちが自分が車のレビューを始めたのが、20歳頃で、これね、周りが初めての車、レビュー見て買ったらもう全然違うじゃないかと、失敗したっていうのを、周りの意見ね、友達とかのいろいろ聞いてきて、自分もね、そういうのを感じたりなんかして、それがきっかけだったのもあってね、これちょっと述べさせていただきました。で、そう思う理由なんですけれども、落ち着けって思う理由なんですけれども、そう、WRV もね、予想外と思った点がありましたし、同じスズキのクロスピーとか、もう乗り味はね、もう超個性的でした。するとね、インドつながりで WRV っぽい、ごめんなさい、WRV っぽい乗り味なのか、それともスズキつながりでクロスビーっぽいのか、フロンクスね、選ぶ際に、乗れなくてもそれぐらいは知りたくなります。WRV とクロスピーね、もう乗り味も180度違いますから。で、今回の動画で感じた特徴ごとに他社と比較してどうこうと述べてきたのは、ここに理由があります。乗り味は何々っぽいとか、静粛性は何々と同レベルとか、そうした表現ってね、どこかしら伝わるところがあると思うんですよね。それもあってね、こんな感じで進めています。あと、ちょっとフロンクス、自分なりの予想です。本当にね、もう勝手な予想。乗り心地はスズキの海外向けというと、硬い印象がありまして、もうガッチガチの車もありました。で、フロンクスは日本向けに変わるということで、柔らかくなるのかなっていうのがね、予想できます。あと、静粛性ね、クロスビーがすごい高かったこともあって、そこから察するに、フロンクスも静粛性高くてもね、もう全然不思議じゃないです。あと、6AT。6AT がね、もしクロスビーと同じものだったら、マイルドなタイプで、マツダの 6AT みたいにスパスパッとね、変速していくタイプではないと思います。このあたりね、ちょっとクロスビーのレビューでこれから触れていきたいなと思っています。で、そうね、もし WRV みたいな乗り味で静粛性が高くて、で、エンジン振動がね、目立たなければ、もうそこはね、WRV 危うしとなりそうです。そんな感じでちょっとね、次行きます。次ちょっとね、比較のコーナーです。WRV と乗り味が似てると思ったのは、カローラクロスのガソリンモデル。
今回のテーマで言うとね、このカローラクロスガソリンモデルと一番似てるのかなっていう感じでね。正確に言うと、マイナー前 1800cc エンジン搭載のガソリンモデルです。重い車ではないのに重厚感が感じられて、伸び上がりにくい乗り心地。こうした部分がね、似てると思います。ハンドル切りながら段差行った時とかね、すごくわかりやすいです。荷重がかかる方のタイヤで段差を踏んでも、もう何事もなかったようにね、感じとか、あと、ステアリングのね、フィール、いろんな衝撃をカットしてくれて、重厚感を出してくれてるようなステアフィールとかね、このあたりすごく似ています。その上で、カローラの方はね、微振動のシャットアウト性能に優れていて、比べると少しマイルド。で、WRV は少し締まっているけれども、質よく上下動が感じられて、わずかにダイレクト感も高いと思いました。その代わり静粛性とかエンジンとかね、あって、エンジンの質感でいうとカローラクロスの 1800cc、もうすごく良くて、で、リアシートは WRV がね、すごく良いといった印象です。このあたりね、奥様と喧嘩しないようにね、しなきゃなっていうところでしょうかね。自分だったら、嫁に今いないですけれども、運転してもらって、リアシートで子供とね、バブバブしながら乗れたら一番いいななんてね、ちょっとね、妄想しちゃいます。で、すいません、次行きますね。次はですね、WRV の重厚感 VS 軽快感だったらね、何だろうといった話題です。これは、ヤリスクロスのガソリンモデルをまず挙げたいです。ヤリスクロスに乗って、もっと落ち着いた車が良いわって思ったら WRV。逆に WRV 乗って、もっとキビキビした走り、キビキビ感が欲しいわって思ったらヤリスクロス。そうね、ヤリスクロスもやっぱりガソリンモデルに絞ります。で、ハイブリッドはね、また乗り味が異なっています。それから CX30 もね、ありえます。ごめんなさい、自分 CX30 はディーゼルしか乗ったことがないので予想ですが、1500cc のガソリンエンジン搭載車はキビッとしたね、乗り味かもしれません。それを予感させるようなね、ディーゼルエンジンの車で、軽い 1500cc モデルが後から登場していますので、キビキビしてる可能性があります。で、合わせてね、P5VPS というこのエンジンが、すごくね、自分なりには良くて、音やトルクの出方が気持ちいい 1500cc です。今のところ 1500cc の国産エンジンの中で最強かなと思っているエンジンです。では次は一時期言われたライズのハイブリッドとかクロスビーと比較したら、結構ね、このあたり200万円台前半でね、価格の近い3台。で、価格的には近いものの、もう乗ると本当に別物です。似てる部分は一つもないくらいって言っても言い過ぎじゃないくらいかな。どれが良いとかいうわけではなくてね、それぞれ異なる特徴、長所があって、でも分かりやすい言葉で表現すると、WRV は別格です。このあたりね、近いうちに比較動画を考えています。ということでね、感じた特徴の中から、今回は4点。ブレーキがいいとか、エンジンがもうちょっととか、乗り味、サスペンションの部分がすごく良くて、前後バランスもいいから揺れも感じにくいとか、あともう一個、リアシートがめちゃくちゃいい。もうこれはね、ライバルいないぐらいというところで述べさせていただきました。では、動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援いただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。